当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて、今回のお話は、ニューネッシー。当チャンネルのリスナーであるならば、説明不要なメジャーなユーマであるのは言うまでもないのだが、ご存じない方々のために簡単に説明すると、昭和の頃、ニュージーランド東の沖に、日本のトロール漁船、ズイヨウマルが、首長竜のようなフォルムをした謎の巨大生物の死骸を引き上げ、衛生上の理由からその後すぐに海中へと投棄されたというエピソードであるのだが、実はこの話に続きがあったということをご存知であろうか。しかし続きとは言っても、ズイヨウマルが投棄した謎の死骸を1978年にソビエト連邦が回収し、同国のコトリン島に凍結保存しているという話ではない。あくまでもドロップが収集している資料や情報をもとにまとめたものである。当時、世界的にセンセーショナルを巻き起こした海生物の死骸ニューネッシーであるのだが、実はズイヨウマル事件以後も複数回にわたってニュージーランドの海岸に漂着しているのだという。今回はこの属ニューネッシーについてご紹介する。当チャンネルオカルト見聞録では、メジャーなユーマはもちろんのこと、日本ではあまり知られていない世界中のユーマの情報、また目撃者様から直接入手した世に出ていない情報などを取り扱っておりますので、ご興味がございましたらぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。南西太平洋オセアニアニュージーランド。ここはノースアイランドとサウスアイランドの2つの主要な島と多くの小さな島々で構成されている国家であり、世界的に有名な観光地としても知られている。北西に2000キロ離れた先にはオーストラリア大陸、南方に2600キロ離れた先には南極大陸が存在している。そしてニューネッシーと呼ばれる死骸はサウスアイランドクライストチャーチを中心に東の周辺海域より流れ着くことが多いのだという。まずはニューネッシーについておさらいをしておく。ニューネッシーとは1977年4月25日、ニュージーランドクライストチャーチより東へおよそ50キロ離れた海域で日本のトロール漁船ズイヨウマルが引き上げた全長およそ10メートル、重量およそ2トンの未確認生物のフラン死体である。その形状が先史時代の生物首長竜に似たフォルムをしていたこともあり、同じく当時マスコミを賑わしていた世界的未確認生物ネッシーと引き上げられた場所であるニュージーランドにちなんでニューネッシーと名付けられた。客観的に世界的な発見だと思われたのだが、ズイヨウマルは商業漁船であり、巨大な死骸を積めないことと激しい腐敗臭を理由にサンプルとしてヒゲ状の物質数本が採取され、再び海中へと投棄された。その後採取されたヒゲ状物質はアミノ酸分析され、1000個のアミノ酸のうち40個のチロシンが含まれていることが判明した。この含有率はウバザメのアミノ酸比率に近いのだという。このことからニューネッシーの正体はウバザメだと各メディアが報道したことにより、ウバザメが正体というのが一般的に定着してしまったのだが、調査に当たった東京水産大学では正体に関しての言及はしておらず、最終論文ではウバザメ説の決定的とは言えず、さらに首長竜の可能性や未知の巨大水生生物の可能性もあると結論付けられている。さらにズイヨウマルの船員の多くについても、あの腐臭はいかなる魚のそれとも異なっていたのだと証言している。そして当チャンネルではこのニューネッシーについて、古代の水生爬虫類首長竜にそのルーツを持つオーストラリア東部の海域からニュージーランド周辺海域で頻繁に目撃がされている未確認生物ホークスベリーリバーモンスターがその正体ではないかと推測している。詳しくは当チャンネル正体はウバザメではない新設ニューネッシーをご参照ください。時はズイヨウマルが引き上げたニューネッシーのおよそ数ヶ月後の1977年後半、ニュージーランドクライストチャーチから港町ピクトンへ北上した位置にある海岸アンバリービーチを散歩していた地元の男性ピーター・リッチーは砂浜で奇妙な生物の死骸を発見した。
そして、これが、その時の実際の写真である。死骸は、全長およそ10メートル、およそ 2.7 メートルにもなる長い首を持ち、その先にある小さな頭蓋骨には、犬のような犬歯が備わっていた。また、魚類のようにエラなどはなかったのだという。彼は、この生物の死骸を見た瞬間、同じ年の新聞に掲載されていた、日本の漁船がクライストチャーチ沖で引き上げた、海生物の死骸、いわゆるニューネッシーの写真を思い出したのだという。そして、数枚の写真を撮影し、サンプルとして、頭蓋骨と首の一部を持ち帰った。ピーター・リッチーの職業は、剥製技師。56年もの長きの間、これに従事し、職業柄、様々な生物の体外構造を熟知しており、解剖学にも詳しかった。そのことから、この生物はサメなどの魚類ではなく、肺呼吸する生物なのだとし、リッチーは、この死骸の生物の正体は、先史時代の首長竜であるのだと確信しているのだという。そして、彼の推測では、この首長竜とおぼしき謎の生物の死骸は、南極の氷の中に閉じ込められ、長い年月を過ごし、その後、地球温暖化により解凍され、海洋へと流出し、アンバリーの浜辺に漂着したものなのだとし、さらに、日本の漁船、瑞陽丸が発見した海生物の死骸、いわゆるニューネッシーについても、同じような経緯を経て、引き上げられたものではないかと語っている。その後すぐにリッチーは、持ち帰った頭蓋骨と首の一部を鑑定するため、ニュージーランド南東クライストチャーチのカンタベリー博物館脊椎動物専門の学芸員だったジェフタニ・クリフへと送った。この話はニューネッシー事件と同じく、1977年の地元新聞に取り上げられ、大きな話題となった。しかし一部の専門家たちからは、掲載された写真について疑問を投げかけられたのだという。ニューサウスウェールズ大学の海洋科学の専門家イアン・サザーズ教授は、リッチーが撮影したこの写真について、腐敗したウバザメの死骸に、後で置かれた哺乳類の頭蓋骨のように見え、プラスチックのように白い頭蓋骨が不自然な感じがするのだとし、捏造ではないのかと懸念した。この件についてリッチーは、すべての写真は偽物ではないと反論。イアン・サザーズ教授について、ふざけるな。俺は、その野郎と話がしたい。腹が立って仕方がない。学者どもは、夢の中で生きていやがる。まるで役立たずだ。と怒りをあらわにしている。さらに、カンタベリー博物館のジェフタニ・クリフへと送った頭蓋骨の鑑定についても、その後、一向に結果が届かず、頬を煮やした彼は、直接、カンタベリー博物館へと連絡を入れたところ、彼に、何の断りもなく、渦中の頭蓋骨はすでに廃棄されていたのだという。この件についても、リッチーは怒り心頭であると予想される。2025年現在、ピーター・リッチーは95歳と、かなりのご高齢であるのだが、1977年当時、アンバリービーチで発見した生物の死骸は、今でも首長竜であったのだと断言している。そして、瑞陽丸やピーター・リッチーが、1977年に発見したニューネッシーと呼ばれる海生物の死骸は、21年後の1998年にも再び現れた。1998年12月前半、クライストチャーチ北東、カイコウラ半島南部の海岸を散歩していた、地元の女性、ベブ・エリオット夫人が、砂浜に打ち上がった奇妙な生物の死骸を発見した。そして、これが、その時の実際の写真である。その生物は全長およそ10メートル。胴体前方には細く長い首を持ち、その先には小さな頭部があり、後方には細い尾も備わっていた。状態としては腐敗がひどく、ヒレなどは確認できなかった。これを見た彼女は、過去、日本の漁船、瑞陽丸が、クライストチャーチ沖で引き上げた海生物の死骸、いわゆるニューネッシーの姿に酷似していたことに驚き、ニューネッシーの正体は首長竜であると確信していたため、首長竜の死骸を見つけたのだと大喜びしたのだという。そして、さらにおよそ6週間後の1999年1月後半にも、
同じくカイコ浦半島南部の海岸に同種と思われる謎の生物の死骸が漂着した。そしてこれがその時の実際の写真である。確かに小さい頭部と長い首という形状は首長竜のフォルムを連想させ、さらに大きな胴体と相まって過去に発見されているニューネッシーのような印象を受ける。そしてこれら1998年12月と1999年1月、カイコ浦半島の同じ海岸にて発見された2つの死骸であるのだが、この写真を見た学者たちはただのウバザメの腐敗した死骸であると軽くあしらった。ニューネッシーを首長竜とする説を支持する人々の中には、かつてオーストラリア・クイーンズランド州最北部に住んでいた古代アボリジニが描いた海の怪物の絵を根拠の一つとして挙げることが多い。まずはこの絵を見てほしい。これは古代アボリジニククヤランジ族が描いたという海の怪物ヤルーである。そこには首長竜と驚くほど酷似した特徴を持つ生物が描かれており、そのことから古代アボリジニたちはこの生物と時代を共有していたことが伺い知れる。またオーストラリア先住民の民話にも海の怪物ヤルーは数多く登場し、そこには首長竜に似た生物としての言及も多数含まれている。いかがだったでしょうか。属ニューネッシー。1977年当時、ズイヨウマルが引き上げたニューネッシーばかりが日本では取り沙汰されておりましたが、実はその後も何度かニュージーランドでは同じような生物の死骸が漂着していたのでございます。さらにククヤランジ族が古代に描いた海の怪物ヤルーにつきましては、化石をもとに想像で描かれた現代の首長竜のフォルムを古代アボリジニが知るわけもないので、これは実際に見て描いた首長竜そのものだとドロップは思っております。時代や目撃場所によって呼ばれ方が変わる謎の生物。それは古代アボリジニからはヤルーと呼ばれ、現代のオーストラリアではホークスベリーリバーモンスター、そして隣国ニュージーランドではニューネッシー。南オセアニアの海域に巣くうこれら謎の生物は指し示す存在は全て同じであるのだとドロップは信じております。皆様はいかが思われますか。今回の話は以上となります。いやー、オカルトって本当に楽しいもんですね。またお会いしましょう。